イタリアでは、うんパスタって言ったら短いやつになってますね。ロングパスタって言わないのはい、言わないですよ。だから、パスタ言ったら、短いの、なんかフジッリ、ファルファッレ、なんかいろんな種類あるんですけれども、だからアイオ、オリオ、ペペロンチーノになります。アーリオ、オーリオ、ペペロンチーノが正しい言い方だって、ね。はい。プリーズペペロンチーノでも、ちょっとわかんない。わかるけどね、ちょっと変だね、これ言い方は。ペペロンチーノって言ったら、意味はあれ、唐辛子。ニンニクとオリーブオイルと唐辛子なんですけれども、唐辛子だけって言ったら、なんかめっちゃ辛いのイメージするじゃないですか。唐辛子。なるほど。そう。放送作家の島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。シロニーさんは今日早速なんか食べてますけど、今日は何を食べてるんですか？いつも食べてるよね。何食べてんの？食べ物大好きよ。で、何食べてたの？ちなみに今。クラブケーキ。カニ知ってる？知ってるよ、知ってる。カニケーキ。カニケーキ？はい。何それ？クラブケーキ。おかずですね、これ。ご飯ですね、これ。はい、その通り。なんかお好み焼きみたいな感じかも。こっちでいる。面白いね。初めて。ケーキじゃないんだ。ちょっとハンバーグみたいな感じ？これ。カニと昆布。美味しそう。どうぞ、食べて。食べたい。食べれない。じゃあちょっとシロニーさん食べるとこ久々に。いいな。はい、わかりました。じゃあ今日はですね、この3人と一緒におしゃべりするだ。今回のテーマはこちらです。教えてミシェル。イタリアでパスタを食べるならこれに気をつけて。少しずつ海外旅行も再開できるようになってきましたが、イタリアに行った際、パスタを食べるならこれに気をつけろというですね、情報をローマ出身のミシェルに教えていただきたいと思います。ミシェル、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ね、前回ね、ちょっとパスタ編、トマト編、ピザ編いろいろやりましたが、しょうこちゃんはね、もう回やって以降、カルディにすっごいハマったっていう話なんです。そう。とりあえず、イタリアは行けないから、カルディ行って、イタリアコーナーで、パスタ、ソースとか、いろいろ買いました。いっぱい買ったよね。そうなんですか。トマトソースとかすっごい買ってたもんね。バジルペーストとかトマトソースも買ったし。しょうこちゃんも魚以外のテリトリーをどんどん増やしてるから。そう、勉強になってる。ね、そしてシドニーさんね、前回ピザ編でね、いや、シカゴピザの方が美味しいよっつってましたけど、はい。イタリアよりシカゴピザよっつってましたけど、今回もね、いろいろあると思うんで、シドニーさんのご意見お待ちしております。はい。ちょっと待ってください。まず言いたいことをやりまして。なんか問題あった？海外にパスタと言ったら、スパゲッティと、なんか種類全部の意味あるんですけれども、イタリアでは、パスタって言ったら短いやつになってますね。だから、あれ、長いの、ロングパスタみたい。ロングパスタって言わないの？言わないですよ。ロングパスタっていう言葉遣いが変なの？そうなの？そうですよ。そう。だから、パスタ言ったら、短いの、なんかフジッリ、ファルファッレ、なんかいろんな種類あるんですけれども、長い麺だったら、スパゲッティと、ちゃんと名前言わないとわからないです。
そうなの？そ知らなかう。った。だから、子供の頃にも、なんかお父さんが今日スパゲッティかパスタにするって聞かれたんですよ。ああ、そうなの？そうなんだ。そうです一緒に聞こえる。今回の企画のタイトルそのものがもう間違ってるじゃない。だから、ちゃんと言わないとあ叱られますよ。あら。いや、結構これ、俺だけじゃないと思うよ、間違ってる人。私ももうだいぶ視聴者知らないよねみんなだと思います。知らない知らない。調査知ってた？あれ、知らないよね。あ、そうよ。むしろこうなってくると、イタリア人も世界に合わせたらって。もうずっとそう思ってた。違うんだ。はい。じゃあ、ミシェル的には、今日のやりたいことで言うと、なんていうの？長いのもね、総称して小麦粉で作った麺状のものを、特集してほしい。これを気をつけてっていうのをやりたいんだけど、スパゲティっていう言い方でいい？スパゲッティ、はい。じゃあ、イタリアに行ったらスパゲティ食べるときこれを気をつけてっていうのを今日は紹介していただきたいと思います。はいでは、まず最初に気をつけてほしいこと教えてください。はい。まず気をつけたいことは、イタリアに行ったら、まあ、レシピは同じでも、場所による名前を変わりますね。場所によって名前が違う。同じような具材とか材料で料理するけど、地域によって呼び名が変わってくるってことね。そうですね。はい。オッケーオッケー、わかった。例えば、例えば。アイオ、オリオe peperoncino というレシピがあって、まあ日本にペペロンチーノの名前に日本でいうペペロンチーノね。なってます。はい。でも、イタリアにちゃんと言わないといけないから、材料の名前を言います。だから、アイオ、オリオ、ペペロンチーノになります。アーリオ、オーリオ、ペペロンチーノが正しい言い方だってことね。はい。ごめんね、質問。はい。はい。ペペロンチーノ、プリーズペペロンチーノ、でも、ちょっとわかんない。わかるけどね、ちょっと変なの、それ、言い方は。そうですよね。ペペロンチーノって言ったら、意味は、唐辛子なんですよ。唐辛子とグレーっていうことになっちゃう。なんか、ニンニクとオリーブオイルと唐辛子なんですけれども、唐辛子だけって言ったら、まあなんかめっちゃ辛いのイメージするじゃないですか。唐辛子。なるほど。そう。今日何食べようかな、唐辛子。そういうことか。本当はそういうことになるね。じゃあ、イタリアの人は注文するときは何て言うの？アーリオ、オーリオ、ペペロンチーノっていう全部フルネームで略さない。逆に多分、アイオオリオだけ言いますね。ペペロンチーノはね。アイオオリオ。なるほど。わかった。よくなんか車でさ、昔日本人ベンツっつったけど、いやいや、メルセデスでしょっつってるようなもんで。そうです。メルセデス・ベンツでさ、逆にね、ベンツってるけど、いやいや、メルセデスでしょって言ってるようなもんで。ペペロンチーノじゃなくて、いやいや、アーリオ・オーリオだからって言わなきゃダメだ。アーリオ・オーリオ。アーリオ・オーリオ、プリーズって。そういうことだよね。そうです、そうです。これ早くも勉強になったね。なるほど。いいね。で、さっき地域によって、まあ変わりますって言ったけど、これは今のアーリオオーリオはどこの呼び名になるの？これは。それを言ったらみんなわかるんですけれども。なるほど。共通はい。で、もうオリジナルレシピはナポリのレシピなんですけれども、で、名前はベルミシェリア・ラ・ボルボニカというそういうパスタなんですけれども。これね、もう毎回なんだけど、once more please、もう一回言ってください。ベルミチェリ・アラ・ボルボニカ。アラ・ボルボニカ。すごい。すごい。ベルミチェリ・アラ・ボルボニカ。OK。はい。続いて、一人プリーズ。ベイビー・シモニ・アリコ。期待通りだな。しょうこちゃん言える？ちょっと。ベボボバ。まあ、ベルミチェリア・ラ・ボルボニカ。ベルミ
ジョベルミリチェレ・アラ・ボルボーニカ。とボニカ。まあ、近い、近い。言えないはい鳥はこの呼び方なんだ。あ、レシピは一緒なんですけれども、麺も違うんですよね。スパゲッティじゃなくて、ベルミチェッリというの麺ですよね。麺の名前なんだ。麺の種類が違うんだ。ちょっと太いのかな。スパゲッティと似てるんですけれども、もっとはい、太いです。いや、でもこれは日本人が見たら、いや、これペペロンチーノでしょって絶対言うよな。そうですよね。まあなんか、わかんない。レストランに行ったら、でメニューを見て、ベルミシェリア・ラ・ボルボニガって書いてあるので、まあなんか聞けるんですけれども、それ何とか。私結構なんかいろんなレストランに行ったりしてた時に、家族と一緒に行ったから、その時に、お父さんこれ何なんか何食べたいって聞かれたら、これ気になるけど、やっぱりなんかこれ何か知らないから。知らないからね。そう。で、あれ、まあなんかこう、まあこれと似てるって言われて。アーリオリオに似てるよっていう。そうですね。そっか、知らなかったりするんだ。ローマに住んでる人はナポリのあれとかが。なるほど。そうですよね。で、アイオエルヨペペロンチーノだったら、まあリングイネとか、リングイネも麺の種類の名前なんですけれども。リングイネっていう麺の種類があるのね。リングイネだったら、まあなんかフラットしてるのスパゲッティみたい。リングイネ、まあ今なんか多分適当なことを言っちゃうけど、リンゴはあれネタだからフラット。フラット。ああ、シドニーさん知ってた？丸っぽくないってこと？知ってるんですよ。はい。アメリカでリングイネありますよ。はい。あ、そうなんだ。はいはい。ネタじゃなくて。下ジタ。ベロ。ジタ。下？タング。ベロ？タングじゃなくて。下。そういうことか。だから平べったいってことか。そういうことなんだね。リングイネのリングってそういうことなんだ。で、あれを使ってまた、そのアーリオオーリオのレシピをね、で作ったバージョンがあるっていうことなんだ。これがいっぱい各地域で呼び名がもう全然変わっちゃうっていうことなんだ。なんか理由はあるんですけれども、歴史的な話したら、1861年に、あれ、イタリアは国になりました。その前に、まあ国じゃないけど、まあエリアに。各ね、地域っていうか、共和国みたいなのが各地域にね、日本でいう戦国武将みたいなのがいっぱいいるみたいなことが多分あったってことだよね。まあいろんなところに行ったら、文化とレシピ変わりますね。そういうことね。なるほど。面白いね。食べ物だけじゃなくて。そりゃそうだよね。いや、日本だって微妙にやっぱりさ、東西でおにぎりって言っても、ちょっと微妙に俵型のおにぎりとかね、いろいろ一つに違うからね。そりゃそうですね。だから、日本に住んでるイタリア人にもなんか合うんですけれども、もう文化違うな。まあ、もちろんイタリア人だけど、なんか喋り方とお笑いも変わりますね。そうなんね。そう、なんかたまにってなるの。そう。笑いのツボとかがちょっと違うんだ。まあ、そうなるよな。まあ、日本だって同じだから。面白い。そうなんだ。でも、褒められるのが多分ローマ人だけですね。ローマ人面白いな。でもローマの人は、まあなんか他のところの人はいいなと思わない。まあでも、いや、そんなことないけど。いや、そんなことない。だからそれはさ、すごいフォローミケルがローマ出身だからそう思ってるだけでさ、ミラノの人はミラノでみんな持ってんだよ。ミラノは俺たち都会的なセンスの笑いで、ローマとかナポリちょっとダサくねとか思ってんじゃないの？いや、逆になんか北の方の人あったら、やっぱりローマの人面白いなって言われます。本当？で、ローマの人は、まあやっぱりナポリの人と、まあなんか
合うかもしれないけど、いや、差別します。いや、わかんないけどさ、これちょっと全然話それてくんだけど、日本人だったら、こう、なんていうかな、女性を口説くときの言葉もさ、例えば大阪とかだとさ、お前のこと好きやねんみたいなさ、なんか、まあ東京だったら好きだよとか笑われてる。これがさ、ちょっと東北人になると、おめえのこと好きだとか、こう、なんていうの急にドラマチックじゃなくなる問題みたいなさ、東北のさ、愛のささやきが、おめえ、シドニー、おめえのこと好きだみたいな。これなんか、大阪でお前のこと好きやねみたいなのがなんか、しっくりくるんだけど、そういう意味で言うとだよ、なんか、日本人が持つイタリア人のそのイメージに、とにかくまあ男性は女性を口説くっていうイメージがあるから、でもそれって大きなイメージじゃない漠然としてるさ。イタリア人の中で、ここの男性はよく口説くみたいなのはやっぱあるなんかありますよ。まあ友達の彼氏も見たらとか、まあなんかナポリの人もいて、北から来た人はあんまりいなかったんですよ。なんかやっぱりみんな上に行きます。下からみんな上に行きます。なんか東京に行くみたいな感覚が、ですよね、北に行くんだ、ローマとかミラノとかあっちの方行く。はい。そういう映画ありますよ。あれ、南から、あれ、北に行くの映画あります。本当と、あれ、上から、そう、北から南に行くの映画あります。お笑いの。なるほど。ちょっと、めっち田舎ゃおもろいですよ。育ちのやつが都会行くみたいなやつ。めっちゃおもろい。で、その時に恋話もしますね。こういう話し方してくださいとか。で、あれ、北の人は、まあ、なんか、結構、硬い感じするから、なんかちょっとね、リラックスしてよ。やっぱそういうのある。千鳥さん、あれだよ。クロコダイルダンディがオーストラリアからニューヨーク行くみたいなものだよ。田舎で育ってるちょっと都会行ってね、生まれちゃうんだよ。イタリア人ねどうしよう。シドニーさんはダメだね、イタリア人。絶対ダメだと思う。9割喋らせてくれないよ、イタリア人は。はい、わかりました。じゃあそんなね、ちょっとね、各地域ごとありますよっていうの。もっと言うと、レストランによってはアーリオオーリオっていう書き方がメニューでされてない可能性があるってことだよね。そういう意味で言うとね。そうですね。そうですね。ないってことだ。はい。だからそこは気をつけなきゃいけないっていうポイント難しい。そうですね。はい。はい、わかりました。